皆さん。今日はドイツのケルンに来ました。ケルンへようこそ。今回は日帰りケルン旅行。元在住者のマークと一緒にドイツ人にも人気のケルンの街を紹介しています。一緒にケルンの街を楽しみましょう。ケルンの駅を出ると目の前には壮大な大聖堂の景色が広がります。実は完成した時、この大聖堂は世界で一番高い建物だった。でも今はもう違うね。それは1880年、でも4年後、またそのタイトルはなくなった。だから今は、ドイツでも一番高い教会じゃないけど、でも2つの塔が持ってる教会なら、ドイツで一番高い。でそれは結構、ケルンの人は、誇らしいこと。で、教会はゴシック様式、だから、窓も大きくて綺麗。そうだね。中に入ると多分わかると思う。ケルン大聖堂は1248年に建設が始まりましたが、16世紀には資金不足と宗教改革の影響で工事が中断。19世紀になるとドイツ統一運動の中で国民的シンボルとして再び関心が集まり、工事が再開された632年後の1880年にようやく完成しました。ゴシック建築の最高傑作とされ、1996年にはユネスコの世界遺産にも登録されています。大聖堂の内部は広大で、高いアーチ型の天井と美しいステンドグラスが特徴です。特に2007年に設置されたゲルハルト・リヒターによる現代的なステンドグラスが有名です。そしてこの大聖堂で注目したいのがシュライン・オブ・ザ・スリー・キングス。12世紀に製作されたこの黄金の箱はマギの遺物が収められているとされています。日本語では東方の三博士と呼ばれ、新約聖書に登場する人物で、イエス・キリストが生まれた際に贈り物を持ってきた人物とされています。外観のガーゴイルも見応えがあるので、ぜひチェックしてもらいたいポイントです。ガーゴイルは通常、怪物や動物、機械な人間の顔などの形をしており、そのデザインは非常に多様です。ケルン大聖堂でも多くのガーゴイルが見られ、建物全体の威厳を高めています。お次は予約していたライン川クルーズへ。予約したサイトはこちら。
簡単に手順も紹介。サイトが途中英語からドイツ語になっちゃうんですよね。観光からケルンスカイラインツアーを選択。そのまま予約を進めて日付を選択。時間と出発地を選んだらクルーズのみかチョコレート博物館とのセットかを選択。人数を選択。エアバクセネは大人、キンダーは子供、キンダーバーゲンはベビーカーなど、子供は年齢別でチケットが異なります。これで完了。私たちはクルーズとチョコレート博物館のセットのチケットをゲット。さて、マークがケルンに住んでいた頃の行きつけのビアホールに行きましょう。観光客に人気なのは街の中心部にあるブラウハウスフリューアムドームですが、この日も人が多かったのでこちらへ。そしてケルンといったらケルシュ、プロースト。私はビアハクセを注文。豚のすね肉をニンニクやクミンで味付けし、ビールにつけて焼いた料理です。付け合わせは焼いたじゃがいも。マークはライン風ザワーブラーテン。ワインビネガーやリンゴ酢、ローリエやクローブなどの香辛料でマリネした牛肉です。付け合わせはクヌーデルとアップフェルムース。このビールの面白いところは提供の仕方。飲み終えるとわんこそばのように店員が新しいケルシュを提供してくれます。こんな感じで飲んだ数を記録。ストップをかける場合はこのようにグラスの上にコースターを置きます。皆さんもケルンに来たらぜひケルシュを試してみてくださいね。ルートビヒ美術館は1976年にピーター・ルートビヒとその妻
イレネ・ルートビヒによって創設されました。20世紀から21世紀にかけての現代美術を専門とする美術館で、特にアメリカのポップアートやドイツの表現主義に焦点を当てています。ルートビヒ美術館ではピカソの作品も多数所蔵しています。これはヨーロッパでも最大級のピカソコレクションで、絵画、彫刻、版画など多様な作品が展示されています。美術館のルーフトップからはケルン大聖堂の裏側をより近く鑑賞することもできます。こうして見ると、トゲトゲとした小さな尖塔のようなものの数に驚かされます。リンツのチョコレート博物館は、チョコレート愛好家やチョコレートの歴史や製造に興味のある人にとって必見の場所です。古代マヤやアステカからのチョコレートの起源、ヨーロッパへの導入、そして今日私たちが知っている愛されるお菓子への発展まで、チョコレートの歴史を旅することができます。そしてこの博物館の一番の見どころは、チョコレート製造の全過程が見られること。ここには小さな製造ラインがあるので、カカオ豆がどのようにチョコレートバーに変わるかを見ることができます。工場見学をしているようでワクワクしますよね。このチョコレートもたくさんもらいましたよ。そしてこのチョコレートファウンテンもこの博物館の楽しみの一つ。チョコレートにウエハースを浸して美味しいお菓子を楽しむことができます。今回のケルン観光はだいたい8時間くらいで回りました。クルーズとチョコレート博物館のチケットは事前購入していたので、かなりスムーズに行動できました。街中での買い物やカフェをじっくり楽しみたい方は2日プラン。今回のような王道観光のみの方は日帰りでも十分楽しむことができますよ。
さてケルンの旅はここまで。次回はルーマニア、トゥルチャとブカレストの旅動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。